こんにちは。お元気ですか？今日は8月の27日の水曜日ですね。今日もちょっと寝っ転がりながら喋っております。相変わらず毎日暑いですけれども、夏のピークは過ぎたのかなってちょっと感じたりしませんか？日中は相変わらず本当暑いんですけど、朝方とかね、ちょっとだけ涼しいなって感じることがちらほら出てきた気がします。ちょっと前まではね、もう朝でももわーっと暑かったんですけど、今はね6時とか7時とか朝方はね比較的まだちょっと過ごしやすいかななんて思ったりとかしたりしたんで、なんかやっぱり盆を過ぎるとね、もう残暑というかね、夏もようやくピークを過ぎて徐々に過ごしやすくなってくるのかもなーなんて思ったりしました。今背景画面として流れてる動画は2日くらい前かな、コーヒー入れてる時の様子なんですけれども、あのこの日くらいからね、足になんだあれなんだろう、サポーター、ふくらはぎのサポーターみたいのを履くようになりましたね。別にコーヒーに入れてる時は履いてるわけじゃないんですけども、ちょっとこのコーヒーを入れる前に昇降ディスクじゃないデスクスタンディングデスクで仕事してた時ずっと立ちっぱなしだったんで、足がむくむっていうのもね、最近の動画ではちょっと言ってたと思うんですけども、靴下履こうかなと思ってこう靴下をゴソゴソ探してる時にそうだと思って、このふくらはぎサポーター着圧タイツじゃないな、みたいなのを見つけて、そうだこれ履けばいいじゃんって思ったんですよね。普段私はもともとあんま着圧タイプとかね、そこまで足がむくむ方でもないと思ってたんで、普段は履かないんですけれども、なんで持ってたかっていうと、飛行機に乗る時用に持ってたんですよね。さすがに飛行機長時間乗る時は足がやっぱりむくむので、あのその着圧タイプの私が持ってるやつは靴下タイプじゃなくて、足首から下がなくてふくらはぎのところだけあるやつ、つまりカーフサポーターみたいなやつ、こう履いてみたこう見た目が思い出したんですけど、ランニングとかする時にこのカーフサポーターみたいの履く人いるじゃないですか。そういう感じです。ちょっと言ってる意味わかるかな。膝下から足首のところまでのタイツみたいなやつですね。特にランニング用とかじゃなくて普通にむくみ防止用のやつなんですけど、普通にこれ履いてたら多分ランニングとかしててもね、私は全然長距離とか今はランニング自体しないけどめっちゃ長距離走るかなり走り込んでる人とかだと、後半とかねこのカーフサポーター履いてるとねきっと違うんだろうなって思ったりとかしました。ちょっと話がめっちゃそれたんですけど、いいや、とにかく飛行機用にね持ってたんですね。飛行機用って言ってもね、国内線とかの12時間とかだったら別に全然履くのが逆に面倒くさいくらいなんで履かないんですけど、海外とかね5時間以上飛行機に乗る時とかだけはその着圧タイツをね履くっていう習慣がなんとなくあったので、そんなちょくちょく海外旅行行かないですけど、でもねやっぱ持ってると違ってたんで、持ってはいたんですよ。だからもう海外旅行なんて行くことないので、もう何年も行ってないので全然使う出番がなかったんですけど、ただああいうのってしまい込んじゃうとどっかに行っちゃって分かんなくなっちゃうんで、いつもね普段の靴下を入れるところにねそのままわざと入れるようにしてたんですよ、なくならないように。で今回靴下履こうとした時に、このサポーター今履けばいいんじゃないってふと思って履いて、こうずっとね昇降デスクで
立ち仕事をしてたら、やっぱ結構いいなって思いましたね。だからこう昇降デスクを使って立ち仕事をする場合はこういう着圧タイツをね履くっていうのはいいなって思いました。あとね、今冬なんでね、冬なんです、冬じゃない、ちょっと頭おかしい、夏なんでエアコン使ってるじゃないですか。でエアコンの冷気ってやっぱりね、冷たい空気は下に下がるので足だけ冷えるっていうのはあるんですけども、この着圧タイツを履いてみたらやっぱりねこう足が冷えてたんだなっていうことを実感して、この足がいい感じに冷気にさらされないのがまた心地よかったんで、やっぱり普段からね靴下とか履くべきだなっていうのをね改めて再認識しました。でね、座ったり立ったりしながら仕事してるんですけども、ちょっと休憩っていう感じでこう座ったりとかした時はタイツを脱いだりとかしてね、めんどくさいけど脱着はこまめにしたりとかしてますけども、なんか思った以上にこの着圧タイツっていうかね、カーフタイツっていうのかな、ちょっとわかんないけどそれが良かったんで、もう一着ぐらい着圧系買ってもいいかななんて思いましたね。まあそんな感じで最近は着圧タイツサポーター、着圧カーフサポーターみたいのもちょっと履くようになりましたっていう感じですかね、ここ最近の話は。まああとはね、ヤフーニュースとか見て最近結構コロナが流行ってきましたみたいなニュース前よりも増えてきましたよね。最近の変異株としては俗称でニンバスって呼ばれてるのかな。そのニンバスっていうやつの特徴としてはYouTube のニュースとかでも見ましたけれども、なんかとにかく喉が痛いっていうのが特徴みたいですね。カミソリを飲み込んだようなみたいな言われ方は結構いくつかのメディアでしてるのを見て、すっげえ喉痛いんだろうなって思いました。これまでのね普通のっていうか、これまでのコロナとかでも喉はめっちゃ痛いっていうのもあったと思うんですけども、あとはインフルエンザとかでもね喉ってめっちゃ痛いっていうのあるじゃないですか。でも今回のニンバスはわざわざカミソリを飲み込んだようなみたいなね形容されて痛いっていう報道のされ方してるってことは、めったくそ喉痛いんだろうなっていうふうに思いましたね。絶対かかりたくねえわって思いました。だからね本当に気をつけたいなって思いますよね。本当コロナでもね、他の風邪とかでもね、こう会社とかこう休んじゃうとかね、2、3日休んじゃうとか、まあかかっちゃったら1週間ぐらいはやっぱ会社出社しない方がいいとかそういうことになるんでしょうから、まあそのねコロナとかそういうウイルス系のやつにかかって2、3日家でも苦しんで動けないとかベッドの中にずっといるくらいだったらね、だったらちょっと疲れたなとかそういう時にね2、3日休みを取ってハッピーな状態でゴロゴロしてる方が絶対いいので本当に無理はしたくないですよね。結局罹患しちゃったら1週間くらい会社にも出社できないとかね、今はねテレワークができるっていうのもあると思うんで、それでも2、3日は仕事を休むっていうことにはなると思うんでね、それを考えたらもう早めに元気な状態でゴロゴロして休んでっていう方がいいですよね。だからよっぽど絶対に今日出社してこれをしないととかね、そういう何かしら必ず自分が出社しないとならないというような仕事でない限りは、ちょっと寝不足になっちゃったなとか疲れをためちゃったなとか、そういう時とかでもねもう先に休んでおくっていう方が結局はコスパはいいですよね。それで結局ウイルス性の何かにかかって数日休んじゃうとかするよりも1日2日ちょっとこう休養しよう、疲れたから休もう、寝不足だからしっかり寝ようとかね、そういう戦略として休むっていうのは
その方が結局パフォーマンスは全体のも上がると思うし、休む期間も少なくて済むと思うので、やっぱり無理はしないっていうのは大事でしょうね、というふうには思いますよね。あとヤフーニュースでそのニンバスで、夏の猛暑でね、免疫が下がって結局それでコロナにかかってしまうっていうのもあると同時に、エアコンでね換気がなされてなくてっていうのも原因の一つだっていうのも言われてたので、もう本当に猛暑でね、家から出ずにっていうのが、正解ではあるんですけども、ただエアコンをかけててね、窓を開けてないので換気ができてなくて、それで、ウイルスが部屋の中に滞ってしまってとか、そういうのもね原因になってるっていうのは言われてるので、エアコンでもね、エアコンディショナーとはいえエアコンだけではやっぱ換気は全然不十分なので、定期的にねエアコン止めてちょっと一回窓開けて換気をして、でもう一回エアコンをかけるとかね、そういうのはちょっと気にしたいなっていうふうには思いますね。そんな感じで最近はカーフサポーターを吐き出した、着圧サポーターかなを吐き出したっていうことと、あとはコロナ、最近のニンバスっていう風に言われてるやつにはねかかりたくないから気をつけようみたいな、そんな感じでございますあと話は変わるんですけど、ここ最近ね自分が持ってる小説のシリーズのやつをねちょっと読み返してるんですよね。商い正伝金と銀っていうやつで、高田薫さんっていう作者の方が書いてるやつで、私この作者の方の本が結構好きで、昔から結構この方の本も買って読んでたりとかするんですよね。この商い正伝とかは書き下ろしとかなのかな、とにかくね私本とか漫画とかってよっぽど気に入ったのじゃないと買わないんですよ。買っても読み終わったらすぐ誰かにあげちゃうかブックオフとかに売っちゃうようにしてるんですよ。っていうのもやっぱり本とかってね結構たまると結構スペースを取るのでね、本とか大好きなんだけどスペースという財産を失うのでもう本当に選抜したものしか買わないっていうふうには決めてるんですよね。もしくは気軽に買ったやつはすぐ誰かにあげちゃうか売っちゃうかっていう風にね。でもこの高田薫さんのはね、どうしてもなかなか手放せないっていうのがあるんですよね。特にシリーズものだとね後で読み返せる楽しさっていうのもあるので、ちょっと手元に置いちゃってるんですけども、ただねすごく人気の作品なので、人気の作品っていうことは基本的にはどの図書館にも置いてあるっていうのもあるので、もし気に入った方がいたらねあげちゃってもいいかなとは思うんですけれども、ただねこの商い正伝はねまだちょっとシリーズが完結したばっかなやつなのでもう一回ぐらいは読み返さないとっていうのがあるのでちょっと今読み返してるんですよ。読み返すきっかけになったのはこのシリーズが13巻ぐらいで2022年かなに完結したんですよね。でそれで終わったと思ってもこの商い正伝のことは忘れてたんですけど、最近になってね特別編が出てたっていうことを今まで気づいてなかったことに気づいたんですよ。この13巻で終わったんですけども特別編っていうのがあと2冊出てたんですよね。で普段っていうかこれまでだったら本屋さんとかってね定期的に絶対に行くじゃないですか。特に用はなくても本屋さんの横通ったらなんとなく寄っちゃって最近どんな本出てるかなみたいな感じでなんとなくフラフラっとしてなんとなく気に入ったのあったら買っちゃうとかね、本屋ってとりあえず立ち寄っちゃうっていうその習慣があったんですけども
何せねもう引きこもり生活始めちゃって、しかももう自分で完全在宅ワークっていう形でやってるんで、外に出かけることがなくなっちゃったんでね、本屋に寄らなかったから、こういう特別編が出てるっていうこと全然気づかなかったんですよね。そうそう、だから私この商い正伝金と銀のやつちゃんと13巻まで全巻まで持ってるんですけども、この特別編が2冊出てる、その2冊をまだ読んでないんですよね。だからその特別編を買って読む前に、この本編のね13巻を一回さっとね読み直してから特別編を読んだら、もう楽しさもうひとしおというかね、絶対そうした方が楽しいじゃないですか。だから今読み直してるっていう感じですね。でこの高田薫さんの小説の商い正伝金と銀のその前の連載してた身を尽くし料理長のやつも全部持ってて、それもね特別編が出た時はその頃はね普通に会社員してたんでね、定期的に本屋とか寄ってたんで、特別編だと思って、もうルンルンしながら即買ってっていう感じだったんですけど、そうそうそう、だから今回の商い正伝もね読み直してたらね、結構こう忘れてる部分もあって、あとこう全巻持ってるとこうその続きが気になるっていうのもね、すぐ次の巻も読めちゃうっていうのがね、とにかくすごくもう嬉しいですよね。そのストーリーが全部こう読めちゃうとまあそんなことを思いながら読んでたんですけど、まあただねこう本とか読んじゃうと自分が仕事してる時間減っちゃうかなとは思ったりとかしたんですけども、ただねここ最近1ヶ月くらいからはね、結構仕事してるとこうすぐ疲れちゃって、途中休憩挟まないとちょっと無理みたいな、ちょっと疲れやすい最近送ってたんですよね。夏の疲れが溜まってきたっていうのも夏なのか、そもそも私、在宅で自分一人でやってるんで休日っていうのを設けてないんで、単純に疲れが溜まっちゃったのかどっちなのかちょっと分かんないんですけど、あと最近はね肩こりとかね、その辺がまた再発しちゃって、あと腱鞘炎もちょっと微妙に手首が痛いけどすごく痛くなる前にどうにかこうしてみたいなそういうのもあって、なんか休みみたいなね、なんかそういうのがあるから、どっちにしろなんかこうぐいと頑張れない感じがあったので、本を読むのはちょうどいいかなっていうふうに思ったりとかしましたね。あとどうしてもねこう最近こう体が辛くて休みしちゃうと、その休みの時についついね YouTube 見ちゃうんで、その内容がすごくいい YouTube もあるんだけど、暇つぶし的にどうでもいい内容なのも結構見ちゃったりとかして、もうそれ良くないなと思ってたんで、そんな風にダラダラねこう中身のない YouTube を見ちゃうくらいだったら、もちろん内容がいい YouTube もいっぱいあるんですけど、どうでもいいようなやつばっか見ちゃうぐらいだったら全然こう本読んでた方がいいので、そうそう、最近はねこの商い正伝を時間がある時にこう読み返すっていうのがすごく楽しくて、しかもねこの物語の先に特別編が待っていると思うとね、またちょっと読んでていいなって思いましたね。でこの高田薫さんの本を久しぶりに読み返してみると、やっぱりねこの方の本上手なんですよね。やっぱりこうなんていうかストーリー展開も上手だし、なんていうか読み物として娯楽の読み物としてすごくこう読者が読んでて気分よく読める内容っていう作風なんですよね、この方のって。だからそういう意味でもねこの娯楽として読むのも好きだし、もちろんね内容的にも適当な感じで、全員適当な感じで書かれてないですけど、すごくこうプロットもしっかりしてて、なんていうかでも小難しく書かずに分かりやすく書いてくれてるのと、あとこう何気にいいなって思ったのは漢字の振り仮名をね途中で
数回入れてくれてるっていうのが読みやすいなって思いましたね。結構こう時代小説とか読んでてもね、最初に出てきた時だけ振り仮名振ってて2回目以降は振ってないとかが結構一般的なんですけど、結構ねこれ読み直してみてたらたまにもう一回振り仮名振ってくれてる時とかあって、地味にそういうのがありがたいなって思ったりとかしましたね。最初はなんとなくこうなんてストーリーの流れでささささーっと読んじゃって、振り仮名振ってあるのとかもささささーっと読んじゃって、それが数ページ後とかにもう一回その漢字が出てきてると、あれこれってどう読んでたっけな、これは訓読みかな音読みどっちだったかなとかね、そういうのがね後々ちょっと分かんなくなっちゃったりとかするんで、そういう時にね頃合いよくもう一回振り仮名入ってたりとかするとね、おおありがたいなとかね思ったりしてね、まあそういうところもあったりして、とにかく、内容的にもすごくこう読みやすいし、あと読後感のいい小説を書かれる方だなっていうふうには思ってるんですよね。もちろんねこの全てが主人公がうまくいくとかそういう意味での読後感じゃなくて、もちろんこうすごい嫌なやつとかキモいやつとか不幸とかもたくさんあるんですけれども、でも基本的には清々しい内容になっているというかね、その読後感が嫌な感じの内容ではないというかね、すごくこうそれが楽しく読めるというかね、そういう小説だなっていうふうには思いますね。だから基本的にこう小説では私藤沢周平さんの小説以外はなるべく持たないようにしてるんですよ。さっきも言ったようにスペースという財産を失うので基本的には持たないっていうふうにはしてるんですけど、どうしてもね高田薫さんの方はなかなか手放せなくて手元に置いちゃってるっていうのはありますね。ただこの長編シリーズもの以外は1回買ってもちょっと売っちゃったりとか人にあげちゃったりとかしたのはあったかなと思うんですけど、どうしてもこのシリーズものってねなかなか手放しにくいっていうのはあるかなって思ったりしました。そんな感じで今小説をねまた読んでたりとかするんですけどねそれが最近のちょっと楽しみかなっていうふうに思ったりとかしましたね。そんな感じでございました。ということでコロナとかもねまたニンバスとかいうのが流行ってきたりとかするのでしてるみたいなので、夏の疲れとかもあるしね、無理をせずに換気をしてうがい手洗いをして睡眠不足とかをねおろそかにせず戦略的怠惰を取り入れて健康に日々過ごしていきたいですねって思ったっていう感じでございました。それではまた。